で、精度書体っていうのは、縦5に対して横4の比率で作るようにしています。ここからが怖いんですよね。曲線に入るから。曲線がね、難しいんですよね。やだな。で、気をつけるのは、大体こういう終点だったりとか、形が設置するところっていうのは、割と鉛筆の先がなかなか入りづらかったりとか、消しゴムでこう消した時に、これなんかもちょっとその消しゴムで削った跡がちょっと内側に入ってたりとかして白く削れちゃってるんですけど、そういうところもできるだけ細かく見ながら、こういう接地点だったりとか線の際の部分っていうのはものすごく神経を尖らせて消したり書いたりを繰り返します。余計な線がちょっと残ってたりとか紙にするから、そういうのを防ぐためにこういう形でトレーシングペーパーでまた改めて線だけ抜き出して、また違う紙の上に書くっていう感じですね。よし、あとちょっとということでもないか。今度はトレペの裏側はまだ鉛筆がついてないから、このまま書くと反転しちゃうから、反転しないように裏側もなぞります。よいしょ。なぞっていきます。別にシャーってやればいいじゃんっていう話なんですけど、私精度細かくて美しくないでしょっていう話なんですよ。時間かかってでも過程を美しく描きなさいっていうのが、だからどのタイミングを切り取られてもそれが美しいものでなくてはいけない。お、これでやっと本書きに入れるんですよね。最初は輪郭描こうかな。本当は精度書体書くんだったら先に周りをちょっと太いこのポスカの超細字のやつで書いて中塗りつぶした方が過程としては綺麗なんでしょうけど、僕先にちょっと粗く中塗ってディティール仕上げる方がなんか徐々にこうすごい綺麗に仕上がっていく感じがなんかあって好きなんですよね。1時間半で1文字。
小林一樹です。出身は滋賀県の彦根市というところで、多摩美術大学のグラフィックデザイン学科を卒業後、株式会社資生堂ですね、化粧品会社のでグラフィックデザイナーとして4年間勤めた後に、フリーランスとして今は活動しています。就任してから2ヶ月、多分授業を始めては2ヶ月経ってないので、どういう先生かっていうのはいまいちわからないところではあるんですけど、大学生の時は成績は意外と良くなかったというか結構大学でもしっかり遊ぶところは遊ぶタイプではあったんで、良かったかと言われると割と卒業はギリギリだったタイプだったんですけど、教えるはやっぱり難しいと思ってます。一般的にはその発表っていう形ではなくて、対面で赤字を入れていくというか、生徒が宿題として持ってきたものに対して逐一修正を指示を出して、でそれを毎回こう繰り返す中で、ディティールの精度を上げていく。だ本当に細かいところまで意見をしているんですけど、すぐ行ってちょこっと上がってるけど、これが例えばもうちょっと整理されてこういうことはできないかなとか、土台作りというか基礎を叩き込むっていう意味では有効なのかなっていうのを感触をつかみ始めてきたタイミングなのかなっていう意味では、資生堂書体に似てますよね。とにかく課題を出して、でそれに対して、赤字を入れて、自分なりに何がいけないのか何がいいのかっていうのを考えながら、ブラッシュアップをしていくと。資生堂は資生堂書体という書体を独自に持っているんですね。でそれを1年目の社員は実際にこう手で書いて覚えるということをやるんですけど、線の美しさ、間合いの取り方、余白の美しさとか、そういう細かいディティールの部分を、実際に体感して覚えていくっていうプロセスなんですよね。でそのプロセスを1年間続けた中でやはり得ることも多くて、で実際に技術的にもそこでおおよその形としての基礎の部分は習得ができたので、じゃあこれを応用していこう、自分なりの形に、資生堂という枠組みから外れた中でもうしっかり成立するような形に昇華していこうということで、いろいろな試行錯誤をしたわけなんですけど、その結果的に手で書くことの方が自分にとっては、手っ取り早いといえば手っ取り早いし、都合も良かったし、というところはあるのかなというふうには思っています。当時多分2016年とかだと思うんですけど、最初はやっぱりその自信がないわけですよ。自分の表現とか形については。1日1個作品を作るっていうのを夜中に作るっていうのを決めていて、毎日謎のグラフィックをずっと出し続けていうタイミングだった時に、ゆいさんの方から実際に連絡が来て、ストッキストっていう展示会のビジュアルですけど、それを一緒に作ってくれないかっていう話をいただいたと。当時非常に有名なグラフィックデザイナーっていうとすごい軽い感じはするかもしれないですけど、そういう人たちに一つ自分のプロセスを認めてもらえたような気がして、かなりそこで潮目が変わったというのは間違いなくあると思ってます。僕の場合はそういう古いものに対する興味というのがものすごく強くて、でも周りのいわゆる若い学生だったりとか、デザイナーっていうものは意外とそこに対する意識って強い人もいれば、弱い人も結構いるというか、だからこそ、自分なりの視点で、今なかなか注目されていないような古い文献だったりとか、そういうものに、スポットライトを当てるというか、でそれを現代版に
新しい形で消化をして世に出していくっていうのは、定期的にやっていきたいなっていうのは思っていた中での、一つが、奈良にある正倉院に所蔵されている宝物を記録した明治時代の文献ですね。でそれをリメイクした空想正倉宝物図っていうものだったりとか、装飾品として作っているので、宝物という意味では装飾品って儀式的に使われるものもあったので、実際の用途が不明なものもたくさんあるんですよ。なのでそういう何に使うのかわからない、一見役に立たなそうな、でも宝物として価値のあるものっていう体裁に整える必要があったの。あとは江戸時代に実際に出版されていたいわゆる家紋帳のパロディ本に当たるわけなんですけど、新型こんなもん帳というものがあって、それを再パロディしたというか、平成はこんなもんだということで平成はこんなもん帳という書籍を作るに至ったんですね。それも結局過去の文献でたくさんあるわけじゃないですか。でその中から自分なりにこれをやったらすごくユニークな取り組みになるぞっていうものをいかに探してくるかっていうのが結構ポイントになってるのかなっていうのは思ってますね。日本に限らず多分中国にもそういうものってきっとたくさんあるはずなんじゃないかなとは思ってます。コツか、難しいですね。でも僕の場合は見つけるコツというよりもでもまずあれかな、習うっていうことを結構大事にしていて、資生堂書体という決められた枠組みの中から、形について習っているわけなんですけど、その習う過程を数を踏むことで自然と引き出しっていうのは増えていくんですよね。なのでそのいろいろなものを習って自分なりに少しずつ試行錯誤をしていく中で引き出しを増やしていって、でその引き出しの中から、場面場面に応じて、ものを取り出して、形に落としているっていうことだと思うので、コツっていう意外とシンプルなことはなくて、地道にやっていく中で見つけていくものっていう、だからその過去どれだけ作ってきたかのがポイントになってくるのかなと思いますね。はい。